テーキングがついに証券じゃないとアメリカの SEC が明言しました。これはイーサリアムや DeFi にとって非常に大きな意味を持つ発表です。さらにビットコインやイーサリアムにも機関投資家からの大きな資金が流れ込み始めています。これまでとは何が変わったのか、今後どこに注目すべきなのか、一緒に見ていきましょう。はい、おはようございます。桜井です。この動画では今日押さえておくべき重要トピックをわかりやすく解説していきます。最後までご視聴してもらえれば、ニュースの背景と投資へのヒントがしっかりつかめるはずです。今回の動画では暗号資産投資家なら知っておきたい重要な4つのニュースをピックアップしました。まず1つ目は SEC が仮想通貨のステーキングについて証券ではないと明確にしたこと。これは今後の規制や市場全体に大きな影響を与える可能性があります。2つ目はビットコインとイーサリアムに関する市場動向です。ETF の承認期待や規制の明確化を背景に機関投資家からの資金流入が続いています。そして3つ目はアメリカの議会で進行中の超党派による新しい暗号資産法案 SEC と CFTC の管轄を明確化しようとするこの動きは今後の市場のルールを大きく変える可能性があります。そして4つ目は BNB チェーンの大型アップグレードやイーサリアムの技術的進展、さらに注目されているアルトコインの動きについてです。それでは1つ目のトピックである SEC によるステーキングの判断、こちらから見ていきたいと思います。これはアメリカ証券取引委員会、通称 SEC によるステーキングは証券ではないという公式見解についてです。これまで仮想通貨のステーキングは証券に当たる可能性があるとして、特にイーサリアムのような POS、プルーフオブステーク型のトークンに対して規制リスクが指摘されていました。しかし今回 SEC がステーキングは証券取引に該当しないと明確にしたことで、これまでグレーだった領域が大きく整理されたと言えます。この判断によって DeFi プロジェクトやステーキングを提供する取引所にとっては大きな追い風となります。投資家にとっても今後のステーキング運用がしやすくなる可能性が高いと言えます。では次のトピックに行きます。次のトピックはビットコインとイーサリアムの最新の価格動向とそれに影響を与えている機関投資家の資金の流れについてです。2025年6月1日から2日にかけてビットコインは 3.2% の上昇を記録し、イーサリアムも取引量が18% 増加するなど主要銘柄が活発な動きを見せました。特に注目すべきはビットコインとイーサリアムの両方に対して数億ドル規模の資金が機関投資家から継続的に流入しているという点です。ETF の承認期待や規制の明確化といった要因が安心材料となり、大手ファンドなどがポジションを増やしている状況です。こうした動きは個人投資家にとっても非常に重要です。価格が動いている理由を理解することで今後の判断材料にもなりますし、単なる上げ下げだけではなく、誰が買っているのか、なぜ今なのか、これを知ることができるからです。そして3つ目のトピックは、アメリカの議会で進行中の暗号資産に関する新しい法案と、それに関連した ETF の動きについてです。現在、アメリカの議会では、超党派による法案が審議されています。この法案は SEC と CFTC という2つの規制当局の役割分担を明確にすることが目的で、デジタル資産市場におけるルールを整理しようとしています。さらにこの法案にはデジタルコモディティ取引所や新しいブローカーモデルの創設といった構想も含まれており、これが実現すれば暗号資産の売買環境が大きく進化する可能性があります。一方で SEC は最近、レックスファイナンシャルやオスプレイファンドといった企業が申請しているステーキング型の ETF に対して
懸念を表明しています。具体的には投資会社としての適格性や ETF の登録要件について疑義を呈しており、ETF 市場の中でも特にステーキング関連の動きには慎重な姿勢を見せています。つまり今後は規制の明確化で前向きな変化が進む一方で、すべての ETF がすぐに承認されるわけではないという現実を投資家として冷静に見ておく必要があります。では最後のトピックに行きます。最後のトピックは注目が集まっているアルトコインの動きと主要ネットワークの技術的な進展についてです。まず BNB チェーンは2025年6月にマクスウェルハードフォークを予定しています。これはネットワークの効率化とセキュリティの向上を目的としたアップグレードで、過去のハードフォークと同様に短期的な価格変動が起こる可能性があるとされています。次にイーサリアムですが、6月1日からセポリアテストネットでヒストリーエクスパイアリ、これは履歴削除の公開テストをスタートさせました。これはネットワーク全体の軽量化とスケーラビリティの向上を目指したもので、将来的には本番ネットワークへの実装も視野に入っています。さらに6月にはSUI、HYPE、PY.FET といった新興アルトコインにも注目が集まっています。特にポルカドットの新しいバージョンであるポルカドット 2.0 や AI 関連の活発な値動きが話題になっています。これらのトークンは投資というよりも次の波にどう乗るのかという視点で見ておくといいかもしれません。アルトコイン市場ではプロジェクトの技術的な進展や提携アップグレードのタイミングが価格に大きな影響を与えやすいため、今後も継続的なチェックが重要です。それでは最後に今回のニュースを総まとめし、今後の注目ポイントを整理していきましょう。ここまで今日報じられた暗号資産に関する注目ニュースを4つに絞ってお伝えしてきました。まず SEC がステーキングを証券ではないと公式に認めたことで、イーサリアムや DeFi 業界にとって大きな安心材料となりました。これはこれからの仮想通貨の普及においても前向きな一歩と言えるでしょう。次にビットコインとイーサリアムには機関投資家からの資金が継続して流れ込んでおいて、市場全体が規制の整備をポジティブに受け取っていることがわかります。そしてアメリカの議会で進む新しい法案やステーキング型 ETF をめぐる SEC の対応など、規制面ではまだまだ不確定要素もありますが、少しずつ整備が進んでいるという印象です。最後に BNB チェーンのアップグレードやイーサリアムの技術的進展、そして新興アルトコインの動きなど各プロジェクトが着実に進化していることも確認できました。これらのニュースは一つ一つがバラバラに見えても、全体として仮想通貨業界がより成熟し、制度や技術が整ってきているという大きな流れを示しています。投資判断は人それぞれではありますけれども、こうした変化を正しく理解しておくことが、これからの市場を読み解く鍵になるんじゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方は、ぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。実際に登録された方から始め方がわからないという問い合わせもいただいております。ショート動画の方でアプリの設定方法もアップしていますので、そちらをご覧になってもらい、アカウントの作成の方をよろしくお願いいたします。また、使い方などわからない点があれば、僕の方も説明動画を作っていこうかなと思っております。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがっ
って投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。